皆さんこんにちは、日月美和です。今日は動作について紹介しようと思います。日本語を書かない人にとってはなかなか聞きなじみのない言葉だと思うのですが、動作というのは簡単に言うと日本語を書くときに必要になるにじみ止めのことです。例えば紙に絵を描こうと思った際に、この動作を引いていない紙に絵を描こうとすると、書いても書いてもにじんでいくばかりで絵の具が乗らないということになってしまいます。それは紙だけでなく木や絹など他のものに書いた場合も同じです。しかし書く前にこの動作を引いておけばきちんと絵の具が乗っていくようになります。画材屋さんに行くとわかるかと思うのですが、日本画で使う紙のいくつかは生という紙と動作引きという紙に分かれて売られています。しかし動作を引いていないと絵が描けないと言われてもいまいちどういうことかわからないかと思うので、一度動作引きをしていない紙と動作引きをしてある紙、それぞれに書くとどのようになるのかを見比べてみましょう。まずは生の紙です。ここでは墨と水を使って実験してみようと思います。まずは墨で線を引いてみましょう。筆が紙についた途端から吸い込まれていくような感覚です。こうしてみると普通に書けているように見えますが、にじんでしまうために書きたい細さになりません。墨が紙の上でじんわり広がっていくのがわかるでしょうか。水を落とすとさらによくわかるかと思います。紙の上に落ちた途端にすぐにじんでいきます。もし自分の持っている紙が生か動作引きかわからなくなった場合は、このように水を落としてみると一目瞭然です。続いて動作引きの紙に書いてみます。先ほどと同じように墨で線を書いてみます。全然墨がにじまずに細い線が引けています。また筆の水分が紙に吸い取られないので長く描くことができます。水を落としてみても先ほどのように全然にじんでいきません。しかし完全に弾いてしまっているわけでもないので、この状態なら絵を描くことができます。両方を比べてみるとこんな感じです。雫を落としてみるとより分かりやすいですね。はい、今見ていただいたように動作引きをしていない紙には水や墨がどんどんにじんでいったのがわかるかと思います。そして動作引きをした紙では水分がにじまずにスムーズに線が引けたのがわかるかと思います。この動作というものは水とにかわと明板を混ぜてとても簡単に作ることができる溶液で、これを紙や絹などの規定材に染み込ませることでそのにじみ止めの効果を発揮します。今日はこの動作の作り方と実際に紙に引く方法をご紹介しようと思います。紙以外の絹や木などの規定材に動作を引く場合もそんなに大きく方法は違わないのですが、またそれは別の動画でご紹介しようと思います。それでは始めていきましょう。はい、まずはそれぞれの分量を覚えましょう。水1リットルに対してにかわと明板はだいたいこれぐらいです。まずはにかわからです。前回も登場したこの小さいデジタルスケールを使います。ここでは粒にかわを使っていますが、他のタイプのにかわを使っても大丈夫です。今回は水 500ml 分を作るので、にかわはだいたい 5g から 6g をめどに測っています。測ったにかわは水がたっぷり入る大きめのにかわ鍋に入れます。続いて計量した水も加えます。
今回は 500ml です。煮皮を炊くために数時間水につけないといけないので、冷蔵庫に入れて保管しておきます。煮皮が炊けるようになったら、次はみょうばんを測ります。動作を作る時のみょうばんの量は水1リットルに対してだいたい 4,5g なので、今回は水 500ml 分を作るので、みょうばんは 2g ちょっとを測ります。はじめは水1リットル分から作ってみてもいいと思いますが、よほど大きい紙に動作引きをしない限りなかなか使い切らない量なので、少しずつ量を調整するといいかと思います。それではいよいよ炊いていきましょう。煮皮の時と同様で電熱器でそのまま炊いてもいいですが、私はいつもこのように湯煎しています。一般的な家庭の台所ではこれが一番やりやすいんじゃないかと思います。少し早送りでお送りします。煮皮が溶けきるまではまだみょうばんは使いません。たまにこのようにかき混ぜたりしながら普通に煮皮を炊いてください。煮皮が溶けてきたら、私はたまに指を入れて温度を確認します。私が昔読んだ技法書によると、煮皮が炊けてもすぐにみょうばんを加えればいいわけではなくて、加える時の温度が重要なんだそうです。そしてその温度というのが70度くらいだと聞いたことがあるので、私はお風呂に入る時のお湯の感覚と沸騰したてのお湯との間を探すようなイメージで指で確認しています。これが果たして正確なのかどうかは分かりませんが、この作り方で私は今まで失敗したことがないので、おそらく大丈夫なのだと思います。そしてちょうどいい加減になったら火を止めてみょうばんを加えます。それから少しかき混ぜてきっちりみょうばんが溶けたら完成です。こうして完成した動作ですが、夏はしっかり冷ましてから、冬はまだ温かいうちに使います。はい、それでは早速紙に引いていきましょう。動作を引くときはこのように毛布を用意してください。私は昔使っていたけども古くなった毛布をこのように動作用として置いています。その上に今から動作引きをする生の紙を置きます。動作を引くのは裏が先という人もいれば表からという人もいるので、別にどちらが先でもいいのですが、私は裏から引いています。そして動作を引くときはこのような動作ハケという専用のハケを使います。これは絵を描く時のハケよりも吸い込みのいい柔らかい毛がたっぷりの特別なハケです。小さい動作ハケを使う場合はこの雪平の口にそのままハケが入るのですが、今回は大きいハケで引くので動作をボールに移してから使います。それでは動作ハケを使って引いていきましょう。ハケを回してしまうのはただの私の癖なので気にしないでください。動作を引くときはこのようにゆっくりとハケを動かします。素早くハケを動かしてしまうと動作がしっかり紙に染み込まないので効果がきちんと出なくなってしまいます。ハケが吸い込んだ動作をゆっくりと紙の上に置いていくようなイメージで動かします。ハケの水分がなくなったらまた動作をつけてゆっくりと引いていきます。端まで引けたら次の段に行きましょう。次の段を引くときは
前の段の端に少しかぶるように引きます。きちんと前面に動作を引けていないと、動作抜けといって部分的に動作が効いていないということになって後で書きにくくなってしまうので、必ずきっちり全体を埋めるように引きましょう。そしてよく見ているとわかるかもしれませんが、紙に置いてすぐの時はハケをゆっくり動かして、最後の方ハケから動作がなくなってきたらさらにゆっくり動かしてハケの水分をすべて紙に落としきります。つまり引き始めから引き終わりに向かってどんどんゆっくりになるようにハケを動かすということです。しかしいくらハケをゆっくり動かして動作を紙に染み込ませるといっても、動作が紙の上で水たまりになってはいけません。吸い切られずに紙の上で溜まった動作はそのままシミになってしまうことがあるので、動作を引いた後は必ずそれができていないかを確認しましょう。また動作は引いている途中で席を外したりして時間を空けてしまうと、境目の部分がシミになってしまうこともあるので、どんなに大きい紙でも一度で引き切るように気をつけましょう。今回は小さい紙ですが、大きな紙の1度目の動作引きはとても時間がかかるので、途中で用事が入ったりしないような日に引く方がいいかもしれません。そしてそのまま完全に乾ききるまで自然乾燥します。1度目が引き終わって余りを冷蔵庫に戻していた動作はまた湯煎して適度に温めてから使います。先ほども言いましたが、夏なら常温、冬ならそれより少し暖かいぐらいが目安です。今度は反対側に動作を引くので紙を裏返します。この時紙に汚れがついていたりしたら払っておきます。1度目の動作がきちんと効いていれば2度目は本当に少量だけで済みます。このように1度目ほど全然紙が吸い込まないので紙の色も変わらない程度です。しかしその分水たまりができやすいので1箇所にたまらないように気をつけましょう。また私が昔読んだ技法書によると、動作を引くのは夏なら風通しのいい涼しい場所で、冬なら暖かい室内がいいそうです。そして雨の日ではなく晴れた日の日中が良いようです。この動作の作り方引き方もものすごく個人差があります。私が今まで聞いた中でも、明板は必ずすりつぶしてから使うという人や、裏から2回引くだけで表は引かないという人、パネルに貼ってから表を1回引くだけという人など本当に様々でした。なので自分に合ったやり方をそのうち見つけていってもらえればいいのかと思います。はい、こうして裏1回表1回引き終わったので、また乾燥させたら完成です。動作を引いた後の紙はこのように表面がキラキラするのですぐにわかるかと思います。あまりこのキラキラが強すぎても水を弾きすぎて良くないというので、自分でちょうどいい分量を見つけてください。はい、ということで動作の作り方と引き方についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。動作は分量さえ間違えなければ作るのも紙に引くのもそんなに難しくはないかと思います。はじめはあらかじめ動作引きされている紙を買ってきて書いてもいいと思いますが、慣れてきたら是非自分で動作引きもチャレンジしてみてください。こんな風に今後も日本画の技法に関する動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。